今回はダイソーで売っている COB ライト、広範囲を照らす便利なライトで売り切れ状態の超人気商品なんですが、どうやら不具合があるようです。これは皆さんのコメント欄を見て気がつきました。コメント欄では 2,3 回充電すると満充電でも1分しか持ちません。買わない方がいいです。100均の買ったけどすぐ電池切れになって全然使えん。ダイソーのジャックは数分でだんだん暗くなる。再起動しても同じようです。ムサシなんかも同じですかね。他社は知らないけどダイソーの品は高高度で連続使用するとすぐに暗くなり数分しか持ちません。こんなコメントが寄せられています。個体差もあると思いますが、数分はやばいっすよね。自分も探し回ってやっと1個手に入れたので、この個体しかちょっと分かりません。で、数回充電していますが、俺の場合はさすがに1分しか持たない、真っ暗になっちゃったってことはなかったです。結構ちょくちょく使ってるんですけども、使うのがね、ほとんどブースターと強ばっかりで、数分で暗くなるとかね、そういったのは気にしたことはありませんでした。で、このコメントで気になったのはジャックです。ジャックはね、俺ほとんど使ったことないので盲点でした。パッケージにはジャックは65ルーメンで 3.5 時間と記しています。では実際にムサシと並べて本当に数分で暗くなっちゃうのかどうか検証したいと思います。330円という素晴らしいコスパだったんですが、本当なら残念ですね。というわけで検証をしていくんですけども、ムサシは強、中、弱に対し、ダイソーはブースター、強、弱となっています。なんでね、ムサシは中なのにダイソーは強になっちゃうんで、これだと混乱するので、検証中はスイッチ長押しを強、スイッチ1回を中、2回目を弱と統一していきます。では長押しの強の光からいきますね。ムサシは強でダイソーはブースターってことですね。スイッチを長押しすると最大の光が出ます。で、もともとね、ムサシは500ルーメンでダイソーは250ルーメンなので、ムサシより暗く感じてもこれは問題ないですね。はい、今日の光で15分ちょっと経過です。どうですかね。明らかに暗くなったとかそんな感じはありません。比べてみます。これがムサシ。変わらないっていうか、15分後の方が少し明るい。これ動画間違えたかと何回も確認しましたが、確かにこれで合っているようです。多分検証の始めは隣の部屋の暖色系の照明がねついていたので、その影響かなと思います。ではダイソー、同じような感じですね。変わらないですね。15分では光量の変化はないようです。結果としては俺の持っているダイソーの COB ライトの場合、長押しの今日の光では数分で暗くなるってことはありませんでした。では今度は中の光で見てみます。これはスイッチを1回押した光ですね。パッケージにはムサシは中、ダイソーは強と表記されています。明るさはムサシは350ルーメン、ダイソーは180ルーメンになります。はい、10分経ちました。なんかダイソーが少し暗くなってきているように見えます。ムサシは変わらない明るさで照らしています。さらに5分経ちました。トータルで15分後の映像になりますね。先ほどの10分後の光と、あまり変わんないような感じです。比べてみます。ムサシの場合は10分経っても変わらない感じ、15分後も変わらない感じでした。ちなみにムサシは購入して2年近く経っています。経年劣化を知らないようですね。ではダイソー、10分で若干光量が落ちたように見えますよね。今度は10分後と15分後を比較。これは差がないように見えます。ではつけ始めから見てみます。やっぱり10分ぐらいで少し暗くなって、10分と15分は差がないような感じですね。数分ってことなんで撮影はやめたんですけども、その後もさらに20分ぐらい見てたんですけども、そこまで変わったって感じはありませんでした。中の結果は約10分で若干暗くなり始めたでした。ではいよいよ弱ですね。弱の光は、ほとんど使ったことがないのでどうなるか、興味あります。光量はムサシは140ルーメン、ダイソーは65ルーメン。強い光、これはね、ムサシと一緒に作業灯や夜釣りとかで使っていました。
数分で暗くなるってことは感じたことがなかったので大丈夫だろうと思っていましたが、この弱の光だけは使うことがほとんどなかったので、数分で暗くなってしまうのかどうか自分も分かりません。と言っているうちになんか暗くなったような気がしますよね。比較してみます。もっと1分経たないうちに暗くなってきましたね。さらに2分経過です。トータルで3分ぐらいですね。なんかこうして見ているうちにダイソーの光量がだんだんと下がっているように見えるのは気のせいでしょうか。さらに4分経過です。トータルで7分8分くらいですね。暗くなってきていますね。比較してみます。武蔵からこうしてみると武蔵も若干光量が少なくなったような気がしますが、肉眼ではほぼわからないくらいでしたね。ダイソーですがこれは暗くなっていることがわかります。肉眼でもね、なんか弱々しいなって感じでした。というわけでダイソーの COB ライトは弱の光が数分どころかだいたい1分で暗くなってくるってことが分かりました。で今度はね、この空き缶を近くで照らしてみます。どんな感じで暗くなってくるのか見てみたいと思います。ちなみに充電は満タンです。先ほどの映像、武蔵と並べた強と中と弱の動画もね、毎回充電して満タンの状態で撮影しています。でなんかすでに暗くなってきていますね。パッパッパッと、段階的に光量が落ちてきています。まるでカット割りしているかのようです。これは肉眼でもね、はっきりわかります。一瞬点滅でもしているのでしょうか。おお、暗くなってきた。収まったかな。収まったようですね。比較してみます。これが開始だいたい30秒で1分で1分30秒、明らかに違いますよね。でも並べると1分と1分半がそんな差がないような感じですね。ちょっと暗いかなって感じですね。はい、だいたい6分経過しました。先ほどの光量からそこまで変わらないように見えますが、若干落ちていると思います。なのでこのまま外に出てみようと思います。暗いですね。これはさらにだいたい3分ぐらい経ってトータルで約10分ぐらいですね。ここでスイッチを切って弱の光をつけ直してみます。これがつけ直した弱の光です。明らかに違いがはっきりします。この光が10分でこうなるってことですね。暗いね。ちなみに iPhone のライトはこのくらいです。では武蔵も同じように弱で10分経った状態を見てみます。これが10分後の弱の明かりです。でつけ直してみます。やっぱりね、明るさに違いはありますけども、ダイソーと比べたらそこまで変わらないかなとは思います。もう一度見てみます。ダイソーの弱の光は10分後こうなります。武蔵の弱の光は10分後こうなります。はい、今回はダイソーの COB ライトは数分で暗くなるとコメントがあったので、それは本当かどうか検証をしてみました。比較にホームセンターで売っている武蔵の COB LED ライトをチョイスしました。ちなみにダイソーの COB ライトはオウム電機ってところです。でダイソーのライトはもともとね、武蔵の半分の光量なんで、比べるとダイソーが暗く見えてしまうのは当たり前のことなのでご了承ください。結果としては自分の持っているダイソーの COB ライトは弱の光がすぐに暗くなるという結果になりました。おさらいすると、まずは長押しの強の光ですが、数分で暗くなることはありませんでした。次がスイッチを1回押して中の光、これは約10分ぐらいで若干光量が落ちてきました。つってもほんと若干ね。で次が弱の光です。これは1分ぐらいで暗くなってきました。10分もすると明らかに暗くなってしまいました。弱の連続点灯時間は 3.5 時間ですが、それにしちゃ暗すぎるだろうって結果になっちゃいましたね。でフラッシュなんですが、パッケージには30分とやたら短い時間が記載されていますが、1時間は持つようです。
これは以前出したダイソーの新商品充電式 COB ライトを比べてみようって動画に載せています。今回はダイソーの COB ライトの不具合の検証動画でした。ではまた。